皆様こんにちは。クレイアート作家です。今日はっていうか今日もですけれども、ダイソーの鉢のリメイク、これ2個で100円のテラコッタ鉢を使っています。それでは材料です。ダイソーで売っているテラコッタの3号鉢にザラザラベースを塗ります。プライマーを塗らないのでしっかり 2,3 回塗りましょう。乾燥させた後にいろいろなモールドを使って小花を散らしていきます。粘土の小花が型外れしやすいようにベビーオイルを使い、接着にはボンドですね、これを使っています。乾燥させたら色塗りは白、バーラップ、モルタルグレーで汚す程度に軽くですね、スポンジでトントントンとやったり、筆でさっと掃いたり、トップコートをかけてしっかりと乾燥させたら出来上がりです。テラコッタの鉢にザラザラベースを 2,3 回塗っています。で、このリムの部分にね、小花をもりっとつけていきましょう。いろんなモールドを出していますけれども、2、3種類あれば大丈夫です。型外れを良くするためにベビーオイルをモールドの中に垂らします。で、粘土を入れて小花を作っていきます。ただ同じものを連続させて貼るというよりは、サイズの違うものが隣同士に来るように、で横に並ぶというよりはこうジグザグジグザグと貼っていくように意識しています。貼り付けていきやすいように、いくつかねパーツをモールドで抜いていきましょう。これ今回使う小花の中で一番大きなモールドになります。リブの面積を埋めていく際に、やはり大きなものから最初にバランスよく配置して、でどんどんサイズダウンしていって、最後に残った隙間を見物で埋めるっていう形がやりやすいかと思います。ちょっと最初にね置いてみて、なんとなく雰囲気を、こんな感じかなってやってみて、でそこからもう接着していきます。先ほど言ったように大きな花から裏にたっぷりとボンドを塗って接着していきます。パーツが大きければ大きいほど取れやすいですから、しっかりと圧着します。でも手でもね、もうこうお花が潰れないように、であとこういった伸ばし棒みたいなこうね、細い棒ですね、竹串とかもいいと思います。デザイン上差し障りのないところをしっかりと圧着していきます。あとこのはみ出た上の部分ですね、ここにももう一回ボンドを塗って、でキュッとこうね巻き込んでやると取れにくいと思います。では全体に貼っていきます。ボンドをしっかり塗って、あとはしっかり圧着していきます。
どうしても花と花の間にこういった隙間が出てきます。で、ちょっとね、あまりにも大きく空いているところは丸く粘土を丸めて、花のつぼみのように見立てて隙間を埋めていきましょう。こんな感じでね、こう粒のサイズと花のサイズがおかしくないか確認してくださいね。最初からね、もう30粒ぐらいバーッと丸めてしまって、それを接着していきます。手のね、腹のところでこうね、こうやってくるくるくるっと丸めて大量生産していきます。空いている隙間のところにボンドを直に塗って、でこのね、つぼみに仕立てた丸いつぶつぶをのせて貼っていきます。これがね、結構ね、簡単な割にね、可愛く見えるなと私的には結構おすすめです。たっぷりね、ボンドを塗って、でしっかり圧着してください。乾かした後はどうしても水分が飛んで縮みますので、隙間がないかね、見てやって、ちょっとこうぎゅうぎゅう詰めな感じで詰め込んでください。はい、こんな感じかな。これをしっかり乾かして色塗りです。色塗りは、ちょっとね、汚す程度ですね。何もね、色塗りしなくてもね、結構いつもいいかなと思うぐらい、なんかこう粘土のね、この色味が私は気に入っているんですけれども、ちょっとこうね、モルタルグレーとからバーラップですね、白でアクセントを入れてあります。もう全体的にスポンジでポンポンポンとモルタルグレーは汚します。いろんなね、ピンクとか緑とかブルーとかね、ボールとかいろんな色のこうプランターを今まで作ってきてますけれども、こういった色塗りの方がね、結構高見えしてプレゼントしても喜んでいただけることが多いです。皆さんはどう思われますか？はい、上にでは最後にトップコートをしっかり塗って乾燥させて出来上がりです。はい、こんな感じです。可愛いですよね。もうむちゃくちゃ。これがダイソーのテラコッタの鉢だなんて。ぜひ作ってみてくださいね。はい、それではまた次の動画で会いましょう。